皆さんこんにちは、エミです。今回はニューヨーク観光名所をバーチャルで上空から旅することができる楽しいアトラクション、ライズニューヨークをご紹介したいと思います。ライズニューヨークは2022年3月タイムズスクエアにオープンし、ニューヨーク歴史文化などの展示ギャラリー、体験型博物館とアトラクション乗り場が併設されている最新の観光スポットです。この 4K のバーチャルフライングシアターはマンハッタンで初めてのもので、ニューヨークの上空を舞い上がり、絶景を味わいながら観光地を巡ることができるスリル満点の遊園地のような乗り物アトラクションです。ライズニューヨークの外壁には自由の女神の壁画とトーチのレプリカがあります。受付にはインスタ映えする壁があり、受付で事前予約した QR コードを見せて中に入り2階に上がります。ライズニューヨークは3つのエリアに分かれていて、まず1つ目はニューヨークの地下鉄などの歴史、街の文化の発展についての映像エリア、2つ目は金融、スカイライン、テレビ、ラジオ、音楽、ファッション、映画の7つの分野が紹介された体験型ギャラリーの展示室があり、そして最後は 4K のフライトシミュレーションを実際に体験できるアトラクション乗り場になっています。まず最初は1904年にニューヨークの地下鉄の最初の駅としてオープンしたシティホール駅のレプリカが再現されていて、ここからスタートします。中に入ると地下鉄のベンチがあり、ここに座って地下鉄の歴史、そしてタイムズスクエアとその世界的な影響についての約8分の映像を見ます。電車の出発に合わせ実際の地下鉄に乗っている感じで、椅子がガタガタ動いたりして過去にタイムスリップした気分になります。ニューヨークの発展とタイムズスクエアの歴史を分かりやすく解説した臨場感あふれるドキュメンタリー映像が上映されます。1910年代から1920年代にかけて劇場や音楽ホールなどが建設され、タイムズスクエアはシアターや音楽の地として急激に発展しました。しかし1970年代以降、施設の老朽化や落書き、車内や駅構内での犯罪が急増、最悪の治安と社会状態でニューヨークはどん底の時代を迎えます。1980年代以降、駅のリニューアルや新型車両の導入、警備体制の強化など対策が進められ、アメリカ国内で最も充実した公共交通ネットワークを再構築しました。タイムズスクエアの劇的な成長を促進したのは公共交通機関の発展でした。地下鉄がオープンした1904年からタイムズスクエアで年越しのカウントダウンイベントが始まり、大晦日に花火が上がり、大勢の参加者が集まりました。1907年にはタイムズタワーからの初のボールドロップが導入され、ニューヨークのタイムズスクエアカウントダウンは世界的に有名なイベントになっていきます。街の文化や娯楽も発展し、ブロードウェイは世界的最高峰のエンターテインメントとして有名になっていきます。世界の観光都市ニューヨークがどのように発展してきたかを地下鉄に乗りながら見ることができるエリアです。上映が終わると地下鉄の車両が劇場の側壁に沿って映し出されます。地下鉄のドアが開くので乗車し、その中を通って次の展示コーナーに進んでいきます。最初の展示はニューヨークの重要な産業の一つである金融です。アメリカ金融博物館とのコラボによる展示で、初代アメリカ財務省長官アレクサンダー・ハミルトンの銅像と、なんと彼が実際に手書きで書いた
本物の小切手が展示されています。彼は国で最初の国債を発行し、ニューヨーク銀行の憲章を書き、アメリカドルを統一通貨に設定しました。彼は現代の金融システム全体に大きな影響をもたらした人物です。国家の金融システムを構築するために議会が可決した州の書類やブルの銅像など金融にまつわる遺品が展示されています。そしてなんとこの部屋には世界最大の株式市場の象徴、1971年設立のニューヨーク証券取引所のレプリカが設置されているんです。毎朝9時半のオープニングベルを自分で鳴らすこともでき、自分がニューヨークにいると感じることができる瞬間です。スカイラインのエリアではニューヨークに世界初のブレーキシステムを導入したオーティス社のエレベーターのレプリカが展示されています。エンパイアステートビルのエレベーターにも導入され、高層建築が可能になりました。ニューヨークの摩天楼を形成する高層ビル建築の代表的な建物のミニチュア模型があります。高層ビル群の先駆けとなったのは1902年に完成したフラットアイアンビルです。メトロポリタン生命保険会社は1909年に建設され、エンパイアステートビルは1931年建設。ワールドトレードセンターのノースタワーとサウスタワーは跡地のみの展示です。ワンワールドトレードセンターもあり、高さや建築様式をリアルに比べることができます。テレビ、ラジオのセクションに入る前に、なんとテスラコイルのレプリカがあります。テスラコイルはニコラ・テスラによって発明された高周波高電圧発生装置で、彼はこれを応用した世界システムと呼ばれる無線送電と無線通信、放送を考案しました。テスラはセルビア人でニューヨークで活躍した天才発明家です。交流モーターの父として知られ、テスラコイルからは雷のような目に見える稲妻が現れます。ここではラジオの発明者として紹介されていますが、他にも多くの発明をされています。20世紀のニューメディア、ラジオの展示室ではレトロなデザインのラジオがたくさん並んでいます。昔の有名なポップソングやラジオ放送が流れています。ラジオの録音スタジオを模した部屋には大きなマイクとラジオ放送の原稿があるので、昔のラジオ放送を真似してみるという体験もできます。テレビのセクションには昔のアメリカで放送されていたドラマハネムーナーズの展示があります。1955年から1956年まで CBS で放映されたコメディドラマで、当時はカラーテレビがなく白黒の映像でした。今でもアメリカでは毎年年末に再放送されていますので、何世代にもわたる視聴者に親しまれている番組のようです。セサミストリートのキャラクターオスカーもいます。1994年から2004年にかけて放送されたテレビコメディドラマフレンズのソファーがあり、ドラマのオープニングで使用されていた有名なオレンジのソファーとセントラルパークのチェリーヒル噴水の背景コーナーがあります。セックス&シティの主人公キャリーがドラマのイントロで着用していた衣装、史上最高の10代のドラマと言われているゴシップガールのパネルもあります。ニューヨークの夜景を背景にしたレイトナイトトークショーのコーナーもあり、アメリカでは今でも人気バラエティ番組で毎晩ゴールデンタイムに放映されています。有名な芸能人とホストが面白おかしく話すトークショーです。次はファッションのエリアです。ニューヨークは多様性、文化の豊かさ、財力のおかげで世界的なファッションの中心地であり続けています。ラグジュアリー、スポーツウェア、ストリートスタイル、いろんなスタイルが流行を作り出しています。
中央にはビヨンセが以前着用していたドレスが飾られています。次は音楽のセクションです。エド・サリバン賞のエリアには、1964年にビートルズが初めてアメリカにコンサートツアーで渡米した時に使用した本物のドラムが展示されています。エド・サリバン賞は音楽バラエティ番組で1956年エルビス・プレスリーの音楽を放送し、その後1964年にビートルズの音楽を放映、アメリカ全土に熱狂的な音楽ファンを広めました。ヒップホップをテーマにしたエリアでは、数々の大ヒットを飛ばしながら若くして亡くなってしまったラッパーノトリアス B.I.G. のカラフルな壁画があります。ヒップホップと書かれた落書きの壁画の前には実際の DJ セットのターンテーブルがあり、すべて触ることができます。レコードを変えてみたり、機材に触ってミキサーをコントロールしたりできます。ヒップホップ音楽も流れていて、ニューヨーク発祥のポップカルチャーを体感できる場所です。映画のセクションでは、ニューヨークを舞台にして撮影されたさまざまな映画のシーンが上映されています。ポップコーンも無料で置かれていて、ベンチに座ってポップコーンを食べながら有名な映画のシーンを見ることができます。ブロードウェイミュージカルの展示では、人気作品の衣装が展示されていて、舞台の映像と音楽が流れています。オペラ座の怪人、アラジン、ウィキッド、シカゴ、そしてハミルトンのブロードウェイの映像が流れています。最後のエリアはニューヨーク絶景ライドです。大晦日にスカイスタジオの展望台にカウントダウンを見に行くという設定で進んでいきます。壁に設置されているニューイヤーボールの歴史の展示を見ながら並びます。中に入ると1958年の大晦日のカウントダウン前という設定で、司会者が場を盛り上げてくれています。アトラクションは身長100センチ以上でないと乗ることができません。手荷物は棚に置き、シートベルトを締め、いよいよ出発です。フルモーションシートでシートが180度回転すると、プロジェクションドームの中に吊るされた感覚で空中に浮かび上がり、マンハッタンの高層ビルから落下し、いきなりスリル満点です。その後ふわっと浮き上がる感覚で舞い上がり、時計台の中に入っていきます。雲の中を飛んでいく中で宙に浮いている感覚で風も感じます。船に近づいていき、近くを通ると水しぶきが私たちの方にもかかります。その後、自由の女神を上空から見ることができ、飛行の感覚を味わいながら 8K の映像でニューヨークの素晴らしさを空中にいるような感覚で満喫できます。マンハッタンのスカイラインとランドマークの上を滑りながら足をぶら下げて浮いているような感覚です。ブルックリンのダンボのレンガ造りの建物を通り抜け、上空からマンハッタン橋を見下ろせます。壮大な風景が広がる上空からのセントラルパークも絶景です。フレッシュな自然のミントっぽい香りも漂ってきます。ドローンのような宙に浮く乗り物に乗ってニューヨークの象徴的なスカイラインの上を飛んでいるようで、かなりの風も感じます。世界最大規模の再開発エリア、ハドソンヤードのベッセルの上も素晴らしいです。100年以上の歴史を持つ素晴らしい建築、グランドセントラル駅の中に入っていきます。駅構内の中でも高速で飛び、地下鉄のトンネルの中を進んで電車にぶつかりそうになりドキドキします。ニューヨークヤンキーズスタジアムも見えてきて、野球のボールが足に当たりそうになりびっくりします。毎年恒例7月4日のアメリカ独立記念の花火も迫力があり、楽しみながら近くを通り抜けます。
ワールドトレードセンター跡地の綺麗なイルミネーション、そしてオキュラスのワールドトレードセンター駅が美しく見えます。まるで空を飛んでいる感じで、ニューヨークの美しい夜景上空飛行です。ニューヨークシティマラソンは世界最大のイベントで、ベラ座のナローズ橋はニューヨークシティマラソンのスタート地点です。この橋はスタテンアイランドとブルックリンを結ぶアメリカ最長の吊り橋です。チェルシーの秋の街並み、そしてセントラルパークの紅葉の中も通り抜けます。ニューヨークの秋のメインイベント、メイシーズのサンクスギビングパレードの大きな風船にぶつかりそうになります。最後は夕焼け時のマンハッタンビル群の中に入り、風と雪も感じることができます。クライスラービルやクリスマスカラーのエンパイアステートビルを通って美しく輝く景色を楽しめます。最後はすごいスピードでニューヨーク一番のメインイベントのハイライトの中に突入していきます。タイムズスクエアの年越しカウントダウンの紙吹雪が舞う中のパーティー、そして花火をすり抜けて新年を迎える瞬間のタイムズスクエアは映像がとっても綺麗で本当に最高の気分になり、涙が出るくらい感動しました。バーチャル体験ですが、ハラハラドキドキの体験で壮大な高揚感を味わえる乗り物です。子どもたちはジェットコースターがあまり好きではないんですが、そんな子どもたちでも最高に楽しめたアトラクションです。最後は小さなギフトショップもあります。出口付近には自由の女神のトーチの模型レプリカがあり、本来は外にも出て楽しめるのですが、この日は外に出ることができませんでした。この日はちょうどお正月元旦の日だったので、昨日のニューイヤーカウントダウンの紙吹雪が飛んできていました。ライズニューヨークはすべて室内ですので、お天気に左右されることなく家族でも十分楽しめる場所です。ユニークで最先端の完全没入型の体験型アトラクションは、ニューヨークの1年間のメインイベントの瞬間も体験でき、ニューヨークの魅力を再発見できます。ニューヨークの雰囲気をまとめて短時間で手軽に楽しみたいという方におすすめです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。